こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA のじゃない使い方で寝室の模様替えをやっていきますスペシャルです。しかも今回壁にね、大きなネジ穴を開けたりしないです。一人暮らしの方ですとか賃貸の方でも手軽に取り入れられる内容となってますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まずは Before から見ていただきましょう。何その腹立つ言い方。でもこの辺はね、ちょっと後で説明します。あんまりね変えないでいきますね。で、今回変えるのはこちらのヘッドボードですね。まずは吸音パネルを使っていました。こちらは虫ピン、オフィスピンっていうんですかね、細いピンで固定しているだけなので簡単に外すことができました。で、新たに何でヘッドボードを作るか、ヘッドボード風にするかって言いますと、前回の動画でもちょっと説明しましたけども、じゃじゃーん、 IKEA で購入してきました。こちらベストの扉です。 IKEA にはたくさん扉が売っています。扉と検索するだけでこんなねたくさん出てくるんですよ。めちゃくちゃ夢が広がりませんか？これをねヘッドボード風に壁にかければ簡単に部屋の模様替えができますよという話なんですよね。実際に思い立ってすぐにね買ってみました。別にね合わなかったらIKEAの場合返品したらいいですから。こちらのねグレーのちょっとコンクリート調っていうんですかね、すごいこちらも素敵なんですよね、質感で。その並べたいねベッドの数とか、シングルベッド1台とかにも対応できると思うんですよね。で、今回私シングルベッド2台並べているので、この扉を3枚買ってみました。で、まずここにですね三角管っていうんですかね、こういう金具を取り付けました。これにフックをかけるためですね。で、こちらが、壁側です。設置したフックです。三角管をつける位置はこのようにフックの頭がこの扉の外側に出ないようにするのがポイントです。ただ私が使った三角管ちょっとちっちゃすぎてフックかけるのが大変だったので、額縁をかける用の金具とか Amazon で売ってますから、そういうのが良かったかなって思います。はい、というわけで超簡単アイデアでしたけども、やっぱりヘッドボードって結構部屋の雰囲気を左右しますよね。すごいね、そこ変えただけでもかなり部屋が白が貴重なので明るくなったなって思いました。シングルベッド2台に対してこの扉3枚が、ちょうど幅がぴったりぐらいでした。なのでシングルベッド1台に対してはこちらの扉使う場合2枚ぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。大事なことを言うの忘れてました。ベッドは無印の足つきマットレスです。もう自在にこれで雰囲気を変えられるので最強だなと思いました。はい、続きましてはこちらの壁にちょっと本棚を作りたいなと思ったんですよ。で、今回はちょっとIKEA のじゃない使い方をしまして、このように設置してみました。わかりますか？こちら何か。シンキングタイムスタート。ティッ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 ティ。はい、そうです。こちらはバリエラという鍋蓋を整理するためのものです。使用するフックはこちらです。というか今回何でもいいですね。フックはこれは画鋲のようにプシュって刺すだけで使えるのでとっても手軽です。バリエラも結構好きな位置で形状が保持されるので立てかけても安定して使えます。以前トイレットペーパーを収納する方法を紹介したところすごく反響がありました。で、本はですね、こういう薄くて大きいものはやっぱりちょっと落ちてきてしまう、落ちやすいですね。結構奥行きが浅いですから、文庫本とか漫画の単行本とかがすごくしっくりきました。で、等間隔で綺麗に並ぶので、でも綺麗に見えるポイントだなと思います。で、こちらのフックのちなみに抜いた後の穴の大きさをちょっとねお見せしたいなと思って今抜いてます。もうほんとすごいちっちゃいんですよね。これ刃がなんていうんですか、円柱じゃなくて平らな刃なんですよ。だから穴がねほんと目立たなくていいと思います。もう画鋲みたいなもんですよね。はい、で次はこちらのモスランダを使いたいと思います。
こちらのモスランダというIKEA の棚なんですけども、そもそもネジを使用して固定するのが正規の使い方なんですけども、壁にネジ穴を開けたくない人向けの設置の仕方を紹介します。マスキングテープでこのように穴の位置を取ると設置が簡単にできます。マスキングテープをさっきのねマスキングテープを壁に貼りました。で使うフックは先ほどと同じ、かけまくりシリーズのフックを使います。ちょっと私は謎にねここで押してますけども、さっきの穴のところにブスッと刺せばいいと思います。でこのフックを使う理由がありまして、バリエラ側の穴が非常にちっちゃいのでフックが細くないと通らないんですよね。であと教えてもらったのは、このフックの他にもニトリの時計用フックでも時計フックだったかな、でもかかるっていう風に聞いてます。このかけまくりシリーズは本当にプシュッとね画鋲みたいに使えるところが便利なポイントです。ちょうど壁とカーテンの間の隙間にぴったりだったんですよね。うちすごく気に入りました。この上にもねもう一段あってもバランスが取れておしゃれかなと思いました。ちょっとディスプレイに使える棚になっていいなと思います、ね、フックの前にちょっと小物を置いて隠すような感じにしたらいいかなと思います。白いフックだと目立たないですけどね、重たいものは置けないですけど手軽に取り入れられていいと思います。でこちらのミラーと棚なんですけども、どちらも IKEA の商品でして、ラタンの棚の方はこちらもこのような石膏ボード用のフックについてこの頭の部分だけで設置しています。このようにこの頭の部分だけも100均のセリアに売ってますね最近。こちらのシェルフは意外と手軽に取り入れられていいなと思います。ネジで壁に穴開けるよりは全然手軽じゃないですか。試しに設置してみて、微妙やったらまたねやめようみたいな感じも使えますし、やっぱり寝室といえば枕元のこういうライトってつけたくないですか。でもこういうのって電気工事をしないと垂らせないじゃないですか。それを今回解決してみました。もともとはこの棚受けを使ってこのように垂らしていました。でもやっぱり天井から垂らしたい、寝室に限らずここにねペンダントライト垂らしたいなって考えている方はぜひ見ていただきたいなと思います。もう本当に簡単です。まず天井に天井用のフックをつけます。これはおすすめのジグです。一回買ってしまえばずっと使えるので便利です。天井用のフックはこれを使いました。ペンダントライトを垂らしたい位置に、先ほどのフックを天井に取り付けます。全然ピントが合ってないけど今ついてたんですよ。 IKEA では安いコードセットがたくさん売っています。今回のアイデアでは正直電力を取るわけじゃないので本当のコードセットでやる必要ないんですけども、こちらの、1.5 メートルのタイプを購入してみました。本当にカラーバリエーションも素材もいろんな種類があるので見てみてください。あとね私はうまくいくかわからなかったのでとりあえず一番安いのヘマっていうのをね買ってきました。あと用意するのはこちらのキーホルダーなどについているこのリングの部分です。これを使ってこのように引っ掛けます。そうすると天井と隙間なくぴったりねこういう風に隠すことができます。これがちょっと大きな S 字フックとかになってくると天井に隙間が空いちゃいます。でシェードも何でもいいんですけども、私ちょっとうまくいくか分かんなかったので安いものを購入してみました。これすごくねいいんですよね。こんな折り癖がすごいのにぺったんこでね組み立てるともうちゃんと丸くなるんですよ。ほんと天才ですよね。これめちゃくちゃ安いですし。で今回使う電球なんですけども、こちら Amazon で購入してきました。こちらは電球ではなくてポータブルライトです。設置しやすいためにこのようなソケットがついてまして、ここがもう充電式のライトになっています。結構色も変えられて、もうすごいダサいリモコンがついてて、もういつまでね持つかわかんないんですけども、とりあえずね耐久性はこれから確認していきたいと思います。タイマーとかも色を変えられたりとかもできるようになっています。でこれが充電口ですね。タイプ C ケーブルとなっています。IKEA にもほんと最近似たようなものが出まして、充電式乾電池を使えば充電できるポータブルライト出たんですけども、それはリモコン式じゃなくってカチッカチッって本体を押して
オンオフするタイプだったので、今回はこちらを使ってみました。またこちらはソケットの形になってますので、このようなコードセットにも簡単に設置することができます。やっぱりね、品質的にどこまで持つかっていうのは心配なんですけども、こんな感じで初期動作は問題なさそうでした。このシェードのデザインもファブリックのナチュラルな雰囲気が寝室に合ってるなと思いましたし、シンプルで非常にいいなと思います。でこのヘマは1メートルタイプもありますので、こんなにね下で垂らさなくてもいいよって方は1メートルタイプでもいいかもしれないですね。そこは設置したい高さに合わせてケーブルコードセットの長さを選んでください。結構これできると夢広がりませんか？で充電がもし切れたなってなったら、このライトの場合はマグネット着脱になってますので、簡単に外してまた充電してまた戻すということが可能になります。他にもこういうのを思いついたとか、こういうのやってみたいんだけどみたいなのありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。いつもコメントいただいて本当にありがとうございます。次回は皆様から教えていただいた IKEA で買って生活の質が爆上がりしたアイテムについて紹介していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。